シア大陸の広大な地平には、人類が絶えず移動し、交流し、そして自らの世界認識を拡張させてきた壮大な物語が刻まれています。その軌跡は、地理的な探求、技術の伝播、思想の交流が幾重にも絡み合い、時として劇的に、時として静かに、人々の視野を広げ、新たな現実を構築してきました。それは、単なる大陸の歴史を超え、人類が、世界、という概念そのものをいかに捉え、再定義し続けてきたかの、揺るぎない証左です。ユーラシア大陸は、ヨーロッパとアジアを合わせた地球上の陸地の約3分の1を占める広大な大陸です。その地理的広がりは、東は太平洋岸から西は北大西洋岸まで、北は北極海から南は地中海、アラビア海、インド洋、東シナ海に至り、多様な気候帯、地形、そして民族集団を内包しています。この大陸の多様な環境は、それぞれの地域で独自の文化、社会構造、経済システムを生み出す基盤となりました。遠隔地間の移動を困難にする一方で、河川、山脈のアイロ、草原地帯といった特定のルートを交易や交流の主要な経路として形成させ、人類の歴史において最も初期から大規模な交流が行われた地域となり、文明の発展と伝播において中心的な役割を果たしたのです。本校で探求する世界観の拡張とは、個人や社会が認識する世界の範囲や理解が地理的、文化的、知識的な交流を通じて拡大していくプロセスを指します。これは、これまで知らなかった地域、異文化、新しい思想や概念に触れることで、自らの視野を広げ、より包括的な世界像を形成していく変容を意味します。ユーラシア大陸における長距離交易、軍事衛星、宗教的宣教活動、学術的探求は、この世界観の拡張を促進する主要な要因となりました。地理的な移動は、地図にない土地や未知の民族の存在を知る機会を提供し、異文化との接触は、自らの文化や価値観を相対化し、多様な人間存在や社会の在り方を理解するきっかけを与えました。新しい技術や科学知識の伝播は、自然界の法則や宇宙の構造に対する理解を深め、知的な世界観を拡張させ、宗教や哲学の広がりは、人生の意味、倫理、宇宙観といった根源的な問いに対する多様な回答をもたらし、精神的な世界観を豊かにしました。この世界観の拡張は、単に知識が増えるだけでなく、それらの知識や経験を統合し、自己と世界との関係性を再構築する、より深い質的な変容を伴うものです。本校の目的は、ユーラシア大陸における広範な交流の歴史を詳細に分析し、それがどのように各地域文明の発展に寄与し、最終的に人類全体の世界観の拡張につながったのかを明らかにすることにあります。物理的な交易、技術、知識の伝播、思想、宗教の共有といった多角的な交流の要素を具体的な史実に基づいて掘り下げ、従来の地域史や文明史の枠を超え、大陸全体を一つの有機的なシステムとして捉え直すことで、歴史の新たな見方と解釈を提示します。歴史学者のピーター・フランコパンは、その著書、シルクロード、現代は、ザ・シルク・ローズ・ア・ニュー・ヒストリー・オブ・ザ・ワールドにおいて、長らく支配的であった西欧中心史観に対し、歴史の舞台が西ではなく、ユーラシア大陸の中央部、すなわちシルクロード地域にこそあったとする歴史観の転換を提唱しました。彼は伝統的な西欧中心史観がギリシャ、ローマ文明から産業革命に至る西ヨーロッパの発展を人類史の中心とみなしてきたのに対し、中東、中央アジア、そして中国といった地域が歴史の黎明期から現代に至るまで世界の経済、文化、政治の中心であり続けたと主張します。フランコパンはシルクロードを単なる交易路ではなく、思想、宗教、技術、そして病原体までもが東西に伝播する血管として捉え、そのネットワークが世界全体をつなぎ、現代のグローバル化の起源を形成したと論じるのです。彼の研究は、これらの地域が科学、技術、哲学、宗教、芸術など人類文明のあらゆる側面において
西洋よりもはるかに古い時代から先進的であり、その発展が西洋に影響を与えたことを強く主張することで、ユーラシア大陸全体の歴史的深淵さに新たな光を当てたのです。広大なユーラシア大陸の黎明期、その雄大な地形は、人類の営みと世界関係性の最初の舞台となりました。氷河期が終わり、地球の気候が温暖化へと転じるにつれて、ユーラシア大陸の広大な土地は、人類が新たな生活様式を確立する舞台となったのです。紀元前1万年頃から、肥沃な三日月地帯として知られるティグリス、ユーフラテス川流域では、野生の麦が豊富に自生し、人類はこれを栽培化することを発見しました。これが農耕の夜明けであり、人類は狩猟採集の移動生活から、定住を基盤とする社会へと劇的な転換を遂げ始めます。定住は食料の安定供給を可能にし、人口の増加を促し、余剰生産物を生み出すことで、やがて専門職の文化や階層社会の形成を促していくのです。紀元前3500年頃には、メソポタミアのスーメル文明がくさび型文字を発明し、世界で最も古い都市国家群を形成しました。一方、ナイル川の恵みを受けたエジプトでは、ファラオを頂点とする強固な王権の下、巨大なピラミッドに代表される壮大な建築技術と独特の宗教観が発達し、死後の世界への深い信仰が社会全体を支配しました。紀元前2500年頃には、インダス川流域で高度な都市計画を持つモヘンジョダロやハラッパーといった都市文明が栄え、紀元前2000年頃には、黄河流域で青銅器文化を基盤とした中国初期の国家形成が進んでいきます。これら初期の文明は、当初はそれぞれの地理的環境の中で比較的孤立して独自の発展を遂げていましたが、やがて地理的な障壁を越えた間接的な、そして時には直接的な接触が始まりました。例えば、メソポタミアで発達した高度な青銅器技術は、交易ルートを通じて地中海東岸からエジプト、さらにはアナトリア半島へと伝播し、それぞれの地域で独自の発展を遂げたのです。青銅器の製造に不可欠な錫や銅は、特定の地域でしか産出されないため、それらを求める交易網は数百キロメートル、時には数千キロメートルにも及ぶ広大な範囲で機能し、異なる言語や文化を持つ人々の間に最小限の接点を作り出しました。これは単なるものの交換に止まらず、加工技術や宗教的な象徴、神話の断片といった無形の要素も共に運ばれることを意味しました。また、農耕技術や家畜の飼育方法、陶器の製法といった基本的な技術も隣接する地域へとじわじわと波及していったのです。これらの初期の交流は限定的なものではありましたが、人々の世界観にかすかな変化をもたらしました。遠方からもたらされる珍しい交易品。例えばメソポタミアにもたらされたアフガニスタン産の美しいラピスラズリや、エジプトの豊富な金などは、基地の世界の彼方に存在するであろう、未知の文明の存在を暗示し始めたのです。それは、世界が想像よりもはるかに広大で多様性に満ちているかもしれないという、人類の好奇心を刺激する最初のさざ波でした。紀元前4000年期にはメソポタミアのシュメールで車輪が発明され、重い荷物の運搬を格段に効率化し、さらに紀元前3000年期には馬の家畜化と騎乗技術の発展が、長距離移動の速度を劇的に高めました。これらの技術は数千年をかけてユーラシア全域へと波及し、交易路の開拓を促進したのです。後に、琥珀の道や香料の道と呼ばれることになる初期の交易網は、北ヨーロッパのバルト海沿岸で採れる琥珀、アラビア半島やインドで産出される香料、中央アジアのサマルカンドやバダフシャン地方で採れる高石などを運び、遠隔地の物産を人々に知らしめました。例えば、古代ローマの貴婦人たちは遠くバルト海から運ばれた琥珀を珍重し、その輝きに魅せられたのです。これらの道は、物理的な商品だけでなく、製造技術、美術様式、さらには言語の断片までも運びました。紀元前2000年期に後半に拡散したインド、ヨーロッパ語族の存在は、まさにこの古代の移動と交流が、広範な文化圏を形成したことの揺るぎない証左と言えるでしょう。鉄器の普及もまた、ユーラシアにおける交流と世界観の拡張に深く寄与しました。青銅器時代から鉄器時代への移行は、より安価で頑丈な道具の大量生産を可能にし、
農業生産力を飛躍的に向上させ、人口増加とより大規模な集団社会、すなわち国家の形成を促したのです。製鉄技術は紀元前12世紀頃にアナトリアのヒッタイト王国で確立された後、その機密が守られた期間もありましたが、やがて瞬く間に中東を、インド、そして中国へと伝播し、農具や武器の製造に革新をもたらしました。例えば、中国では戦国時代に鉄製農具の普及が農業生産力を高め、各地で鉄製武器が国家間の戦争を激化させたのです。この技術伝播は、単一の集団や地域が独占し続けることが困難なほど、人々の交流が密接になりつつあったことを示唆しています。特に、ユーラシア大陸中央部に広がるステップ地帯を舞台とした遊牧民の活動は、初期の交流史において極めて重要な役割を果たしました。紀元前数世紀から紀元後にかけて、中央アジアにはサカ族、チル、プシャーガ、ソグド人、バクトリア人などの遊牧民や定住民が攻防しました。彼らは、シルクロードにおける交通路の確保、交易の保護、あるいは課税などにより、その維持、管理に重要な役割を果たしたのです。紀元前1000年期には、スキタイ人やサルマート人といった騎馬遊牧民が、黒海沿岸から中央アジアにかけて広大な領域を支配し、東洋と西洋の文化を結びつける媒介者となりました。彼らは、優れた騎乗技術と戦闘能力を持ち、時には略奪者として、時には交易者として、遠隔地の物資や文化を運び、その墳墓から発見される装飾品や武具には、東アジア的な意匠と西方的な意匠が融合した、ユーラシア横断的な文化交流の痕跡が明確に見て取れます。馬の飼育技術、車輪付き車両、シャリオットなどの発明とその利用、そして馬具の改良といった技術は、遊牧民の移動能力を飛躍的に向上させ、結果として文化や技術、そして遺伝子の広範な拡散をもたらしたのです。彼らが草原の道をかけることで、東西の文化は単に隣接する地域に伝わるだけでなく、広大なステップを飛び越え、遠く離れた地域にまで影響を与えました。紀元前数世紀にアレクサンドロス大王の東方遠征がインド洋にまで及んだことは、ヘレニズム文化を中東から中央アジア、そしてインド西北部にまで深く浸透させる契機となりました。紀元前334年から紀元前323年をかけて行われた彼の遠征は、ギリシャのマケドニアを出発し、ペルシア帝国を打倒し、エジプト、アナトリア、メソポタミアを制圧し、さらにアフガニスタンを経てインドのパンジャーブ地方まで達するという空前の規模でした。彼の帝国は短命に弱ったものの、その文化的遺産は後世まで残り、西方と東方の間の知的、芸術的交流の礎を築いたのです。特に、ギリシャ彫刻のリアリズムと人体表現の技法が、インド西北部で発達したガンダーラ美術に影響を与え、やがて仏教美術の中に文化の要素として融合していく過程は、まさに世界観の拡張の具現であったと言えるでしょう。それまで抽象的に表現されることの多かったブッダの姿が、ギリシャ彫刻の影響を受けて人間的な肉体美を伴って表現されるようになったことは、文化融合の象徴であり、人々の視野は自らの共同体の境界を越え、遠く離れた未知の民の存在を具体的に意識するようになったのです。これは、単に異なる美意識が結合しただけでなく、仏教という普遍的な宗教が、より多様な文化圏で受容される普遍的なイメージを獲得したことを意味しました。この時期の世界観は、まだ地域的な限定性を強く帯びていたものの、遠い地から伝わる物産や話は、異世界からの不思議な贈り物であり、時に恐れや畏敬の念を持って受け止められました。未知なるものへの好奇心と不安が混じり合う中で、わずかな接触の積み重ねが、やがて来る大交流時代への伏線となり、人々の心の中に、自らの世界が想像よりもはるかに広大で多様であるという漠然とした認識を芽生えさせていったのです。古代ユーラシアの初期の交流は、壮大な世界観の拡張物語の静かでしかし確かな序章であったと言えるでしょう。古代に築かれた緩やかな交流の道を、より広範かつ持続的なネットワークへと変貌させたのが、紀元前2世紀頃から本格的に形成されたシルクロードです。この壮大な交易路は、中国の漢王朝の首都である長安を起点とし、火西回廊を西に進み、
タクラマカン砂漠の北と南のオアシス都市国家群、例えばトンコー、クチャ、カシュガルなどを経て、パミユ高原を越え、ペルシア、メソポタミア、そして地中海世界へとつながる陸路と、中国南部、広州などから東南アジア、インド、中東、そしてアフリカ東岸に至る回路から構成されました。この道を通じて、東洋の絹、陶磁器、漆器が西洋のガラス製品、宝石、絨毯と交換され、地球上で最も洗練された文化の域が集散したのです。その中でも、中国の絹織物は、その繊細な肌触り、美しい光沢、そして高度な技術に裏打ちされた希少性から特に珍重され、ローマ帝国の貴族階級では黄金と等価とまで言われました。帝王や貴族たちの権威の象徴となっただけでなく、その生産技術や染色技術の模倣が各国で試みられ、新たな産業と美意識を生み出す源泉ともなったのです。紀元前138年頃、漢の武帝は、北方遊牧民族である匈奴に対抗するため、長剣を聖域に派遣し、大月氏との同盟締結を試みました。長剣の旅は、13年もの長期にわたり、その間に彼は聖域の多くの国々、皇居、大当て、大化、月氏などを訪れ、現地の地理、民族、産物、そして政治状況に関する詳細な情報を官にもたらしました。この遠征は、直接的な同盟締結には成功しなかったものの、漢王朝に聖域の広大さと、そこに存在する豊かな地域、そして交易の可能性についての認識を劇的に変えさせたのです。長剣の報告に基づき、漢は聖域への軍事的、政治的影響力を拡大し、王安、勝松、玉門石、羊羹といった拠点を設置しました。これら拠点の設置により、砂漠地帯を越えて安全に交易が行えるようになり、シルクロードの商業的ルートが確立されたのです。長剣の遠征は、漢と中央アジア、さらには遠くローマ帝国やインドといった地域との間に、恒常的な交易と交流の道を開く契機となりました。彼が持ち帰った情報や、彼が接触した異国の文化は、漢の知識人や支配層の世界観を大きく拡張し、単なる軍事戦略の枠を超えた、東西交流への深い関心を高めたのです。古代シルクロードにおける初期の主要な交易品目は、東西の文明が互いに求め合う、希少で価値の高いものでした。東からは絹、陶磁器、漆器、茶、中国や東南アジア産の胡椒、シナモン、長寿といった香辛料が運ばれました。西からは馬、特に大当て馬、金、銅といった貴金属、ローマ帝国やエジプトで生産された高品質のガラス器、ウールやリネンの高級織物、没薬や乳香、サフランといった香料、染料、ブドウ、ワイン、アルファルファなどの農産物や栽培技術が伝播しました。中央アジア、インド、ペルシャ経由では、インド原産の胡椒、ナツメグ、カルダモンなどの香辛料、インディゴ、藍や茜などの植物染料、アピスラズリ、アフガニスタン産、ルビー、スリランカ産、サファイア、インド産などの希少な宝石、高石が流通したのです。これらの品々は、交換されるだけでなく、それぞれの地域で新しい技術や文化を生み出す刺激となり、遠隔地の生活様式や美意識にまで影響を与えました。シルクロードを通じた物質的交流は、東西の経済システムと市場に計り知れない影響を与え、グローバル経済の先駆けとなりました。それまで地域限定的であった市場が大陸規模で拡大し、国際化が進んだことで、遠隔地間の大規模な商業活動が可能になったのです。交易品は、それぞれの地域に新しい消費への需要を生み出し、例えば絹はローマ帝国に、香辛料はヨーロッパに、新たな消費文化を形成しました。交易の利益は、商人、仲買人、そして国家に富をもたらし、各地に商業都市、例えばサマルカンド、ブハラ、長安、コンスタンティノープルの繁栄を促し、これらの都市は単なる物流拠点に止まらず、異文化が交錯する文化的、知的なハブとしての機能も担ったのです。交易の活発化は生産活動を刺激し、特定の地域が専門的な産品、例えば中国の絹、インドの香辛料の生産地として発展することを促しました。大規模な交易は貨幣、金貨、
銀貨や、場合によっては紙幣、智子など、中国といった決済手段の発達を促進し、信用取引や為替の概念も徐々に形成されました。長距離、大量輸送を効率的に行うためのキャラバン隊、大正宿、キャラバンサライ、そしてそれを支えるイーズラ、道路、井戸、見張り所などが整備され、東西の経済は特定の産品を互いに依存するようになり、一地域の生産や供給の変動が遠隔地の経済にも影響を与えるようになったのです。シルクロードは単なる交易路にとどまらず、共通の経済活動の場、すなわちグローバル、コモンズとしての性格を帯び、共通の経済ルールや慣習の形成を促すことで、人々の経済的、地理的な世界観を大きく拡張したのです。シルクロードは宗教の伝播においても圧倒的な影響力を持ちました。紀元前6世紀頃にインドで生まれた仏教は、紀元前3世紀頃のアショーカ王の時代にインドで確立され、その後、中央アジアを経由して東アジアへと広がり始めました。特に、クシャーナーサの支援を受けた仏教僧たちは、シルクロード沿いのオアシスとし、例えばクチャ、トルファンに寺院や仏塔を建立し、文化交流の拠点としたのです。仏教は、中央アジアのガンダーラ地方でギリシア文化と融合し、独特の仏像芸術を生み出しながら、オアシス都市を経由して中国へ伝わり、敦煌石窟や洛陽の白馬寺といった東西文化融合の象徴ともいえる壮大な宗教芸術を育みました。やがて仏教は朝鮮半島を、そして日本へと波及し、東アジアの精神文化に深く根を下ろしたのです。その過程で、仏典の漢訳が爆発的に増加し、元正三蔵、7世紀のような愚法僧の渡り印によって教義が進化し、多様な宗派、例えば浄土宗、禅宗が形成され、寺院の建立、仏像の制作といった営みが、多様な芸術様式や思想を生み出しました。禅宗のように、既存の道教や儒教思想と融合することで、中国独自の仏教として発展した例は、異文化の需要が単なる模倣に止まらず、新たな創造を生み出す可能性を示すものであったと言えるでしょう。また、中東で誕生したキリスト教もシリアやペルシアを経て中央アジアにまで広がり、一部はネストリウス派、景教として中国にも到達し、東大の長安で信仰されました。唐の大僧が景教を公認したことは、当時の中国社会が多様な宗教に対して寛容であったことを示しており、異なる信仰体系が共存するユーラシアの精神世界の広がりを物語ります。さらに、ゾロアスター教やマニ教といったペルシア起源の宗教も、この交易路を通じて広く伝播し、その教義や宇宙観は、受容した地域の思想や文化に少なからぬ影響を与え、ユーラシアの精神世界を一層多層的なものにしていきました。これらの宗教が伝播し、各地で根付く過程は、人々の倫理観、正観、そして宇宙観を根本から変容させ、自らの共同体の外に広がる普遍的な信仰の存在を認識させることで、世界観を精神的な次元から大きく拡張させたのです。物資の移動とともに、技術と知識の伝播もまた、シルクロードがもたらした世界観拡張の革新でした。中国で発明された製紙法は、五漢時代、25年から220年度再臨によって改良、普及したとされますが、その起源はさらに古くまで遡ります。製紙技術は、751年にタラスカ藩の戦いで、唐の捕虜となった製紙職人によってイスラム世界に伝えられたと考えられています。イスラム世界では製紙工場が設立され、品質が向上し、その後、12世紀頃にはスペイン、イタリアといったヨーロッパへ伝わったのです。紙の普及により、それまで高価で入手困難だった羊皮紙やパピルスに代わる、安価で大量に利用できる筆記媒体が提供されました。これは、学問、宗教、行政、商業といったあらゆる分野での知識の記録、保存、普及を飛躍的に促進し、識字率の向上と知の民主化を促すことで、ヨーロッパのルネサンスや印刷術の発明の基盤となったのです。紙は単なる物質ではなく、知識の流通を加速させ、社会全体が共有する知の範囲を広げることで、人々の知的世界観を大きく変革しました。中国で発明された火薬の知識も、シルクロードを通じて伝播しました。火薬は、
当初は道教の練炭術の過程で偶然発見されたと考えられています。その製造法や応用、花火、信仰、そして後に軍事兵器は9世紀頃からイスラム世界へ伝わり、13世紀頃にはヨーロッパに到達したとされています。火薬の電波は東西の戦争のあり方を劇的に変え、城壁の破壊、火器の登場といった軍事技術の革新をもたらしました。これは従来の騎士道や城塞中心の戦術を無効化し、国家の軍事力構造や政治権力、さらには社会階層にも大きな影響を与えたのです。羅針盤といった航海技術もイスラム世界を介してヨーロッパに到達し、海洋航海を飛躍的に発展させ、大航海時代への道を開き、地球規模での交流を可能にしました。これらの技術は単に効率性を向上させただけでなく、人間が自然を制御し、遠隔地へと進出する能力を拡大させることで、世界に対する認識と可能性を根本から変えたのです。イスラム世界は古代ギリシャ、インド、ペルシャの数学的知識を継承、発展させ、東西の数学交流において中心的な役割を果たしました。インドで発明されたゼロの概念と、それを基盤とする十神クライド力数法は、イスラム世界の数学者たち、特に9世紀のあるフワリズミーによって積極的に取り入れられ、普及したのです。ゼロの導入は、計算の簡略化、大規模な数の表記、そして数学的な概念の発展に不可欠であり、この奇数法はアラビア数字としてヨーロッパに伝わり、現代の数学の基礎となっています。イスラム数学の最も重要な貢献の一つが、大数学、アルジェブラの創始です。9世紀の数学者ムハンマド、イブン、ムサイアルフワリズミーは、著書、ヒサブ、アル、ジャブル、は、ス、ムカバラ、計算の結合と解消で、方程式の解放を体系的に論じ、これが、アル、ジャブル、大数学の語源となったのです。この奇数法と大数学の進展は、天文学、工学、商業といった実用分野だけでなく、抽象的な思考そのものに革命をもたらし、地の世界の地平を無限に広げました。インドの天文学、例えば惑星の運動に関する観測データや計算方法は、イスラム世界に伝わり、さらに発展しました。イスラム世界では、高度な天体観測が行われ、精密な星表や天文暦が作成されたのです。これらの知識は、イスラム世界からヨーロッパへ伝わり、コペルニクスの地動説などに影響を与えました。天文学は、航海術、暦の作成、占星術など、当時の社会において実用的な重要性も高かったのですが、何よりも、人々が宇宙と自己との関係を再考するきっかけを与え、宇宙観を拡張させたのです。インドの伝統医学、アーユルベーダやペルシャ、ギリシャの医学知識は、イスラム世界で修正、発展し、多くの医療書が書かれました。イブン、シーナー、アビセンダの医学典範などは、中世ヨーロッパの医学に多大な影響を与え、西洋医学の発展の基盤となったのです。これらの医学知識の伝播は、病気の診断、治療法、薬学といった分野で、各地の医療水準の向上に貢献しただけでなく、人間の身体と自然界との関係性に対する理解を深め、生命観の拡張を促しました。このように、中国の製紙法や火薬、インドの数字や数学、イスラム世界の天文学や医学といった知識、技術は、シルクロードというネットワークを通じて相互に伝播し、それぞれの文明圏だけでなく、全人類の科学技術の発展に貢献したのです。これは、単に知識や技術が一方的に伝わるのではなく、受容した側がそれを改良、発展させ、さらに他の地域へ伝播させるという、ダイナミックな相互作用のプロセスでした。この広範な知識、技術交流は、人々の知的な視野を広げ、世界観の拡張を促進する上で、物質的な交易以上に深い影響を与えたのです。SEGMENT7 統合済み6世紀から8世紀にかけて、テュルク系諸民族、突厥などが中央アジアに大帝国を築き、ユーラシア大陸の東西交易を掌握しました。突厥は、東西のシルクロードの要衝を支配し、その支配下で交易は一層活発化したのです。
彼らの移動性はユーラシア大陸全体にわたって技術、文化、宗教、そして疾病の拡散における主要な経路となり、特にステップ地帯の遊牧民文化は、騎馬文化を基盤とした独自の美的感覚や社会構造を形成し、それが東西交流の様式にも影響を与えました。8世紀から11世紀にかけて、ウイグル、河岸国、海は、中央アジアの遊牧民帝国として、シルクロードの東部地域、特にタリム盆地周辺で重要な地位を占めました。彼らは、ソグド文字を改良したウイグル文字を使用し、仏教やマニ教、ネストリウス派キリスト教など多様な宗教を保護したのです。これは、遊牧民社会が単一の文化に固執せず、複数の信仰と文字体系を柔軟に受容し、独自の形で発展させたことを示しており、ユーラシアにおける多文化共存の一つのモデルを提示したと言えるでしょう。11世紀から13世紀にかけては、カラハンラサ、ホラズム、シャーチョーなどが攻防し、イスラム文化の発展とシルクロード交易の継続に寄与しました。これらの王朝は、学術や芸術を奨励し、多くの学者が活躍することで、中央アジアが知的な交流の中心地として栄え続けたことを示しています。これらの遊牧民国家やその後継王朝は、シルクロードという洗礼線を自らの支配下に置くことで、交易の安全と文化の多様性を維持、促進し、ユーラシア全域における世界観の拡張に間接的、直接的に貢献し続けたのです。中世後期、特に13世紀に入ると、ユーラシア大陸の交流はそれまでの緩やかな変化とは一線を画す新たな局面を迎え、人類の世界観は劇的に拡張されることになります。この時代、突如として歴史の表舞台に現れたモンゴル帝国は、東洋と西洋の交流に計り知れない影響を与え、それまでの地域的かつ分断された世界観を根本から揺るがしました。チンギス、カンがその礎を築き、その子孫たちが広げたモンゴル帝国は、東アジアの朝鮮半島から中央アジアを経て、遠く東ヨーロッパのハンガリー、ポーランドにまで泳ぐ人類史上最大規模の陸上帝国となり、その広大な半島はユーラシア大陸のほぼ全域を覆い尽くしたのです。モンゴル帝国の出現は、大陸を横断する交易路に前例のない新たな秩序をもたらしました。彼らが支配する広大な領域内では、これまで点在し、時には危険にさらされていた交易路が統一され、モンゴルの平和、パクス、モンゴリカと呼ばれる比較的安定した時代が到来したのです。この安定と秩序の下、商人たちはかつてないほどの安全と自由を享受し、広大な大陸を横断して交易を行うことができるようになりました。モンゴル帝国は、治安の維持と交易の円滑化のために、ヤム、駅伝制と呼ばれる情報、物資輸送システムを整備しました。これは単なる郵便制度に止まらず、広大な帝国内の統治を可能にする基盤であり、遠隔地間の人、物、情報の移動速度を飛躍的に向上させ、各地の文化、技術、情報のリアルタイムな伝達を可能にしたのです。この類稀な時代に活躍した代表的な旅行家として、ベネツィア出身のマルコ・ポーロが挙げられます。彼はモンゴル帝国の最深部へと足を踏み入れ、大波乱、不出会いに仕えることによって、当時のヨーロッパ人としては他に類を見ないほど東方深く、断朝支配下の中国各地を旅しました。彼の帰国後、口述筆記された著書、東方見聞録は、彼が見聞した中国の豊かな文化、壮麗な大都市、例えば当時の世界最大級の都市であった広州や大都、現在の北京、そして異国の産物について、詳細かつ驚きに満ちた描写で満たされていました。この書物は、当時の閉鎖的であったヨーロッパの人々に、漠然とした神秘の国アジアのイメージを、より具体的で魅力的な現実として提示し、後世の大航海時代における探検家たちの知的好奇心と冒険心を強く刺激したのです。また、同時代、モロッコ出身のイスラム法学者にして旅行家であるイブン・バットゥータも、イスラム世界を越え、アフリカ大陸の広大な地域、インドア大陸、そして遠く中国にまで泳ぐ前代未聞の広大な旅を行い、その足跡と記録は、当時のイスラム世界、ひいては世界各地の地理、文化、社会、政治に関する、かけがえのない第一級の情報源となりました。
彼らの壮大な冒険は、それまで人々が抱いていた世界の大きさを飛躍的に拡大させ、遠隔地の存在を単なる伝説ではなく、現実の場所として認識させる上で極めて大きな役割を果たしたのです。モンゴル帝国の支配下では、技術、例えば火薬、印刷術、羅針盤、宮津古史術や知識、例えば天文学、数学、医学が東西間で活発に伝播しました。これらの技術、知識の移転は、ヨーロッパのルネサンスや科学革命の萌芽に貢献したと考えられています。特に、中国から伝播した火薬はヨーロッパの軍事革命を引き起こし、印刷術は情報の普及を促進し、羅針盤は海洋航海術の発展を促すなど、後の世界史を形作る上で決定的な影響を与えたのです。しかし、モンゴル帝国の拡大は、交易路を通じてペストのような致死性の疾病もまた、ユーラシア大陸の広範囲に拡散させるという、歴史の両義性を示す側面も持ち合わせていました。14世紀半ば、モンゴル帝国の支配下にあった中央アジアや東アジアを発生源とするペスト、国史領がシルクロードの交易ルートを通じてユーラシア大陸全域に急速に拡大したのです。ペストは1347年から1351年をかけてヨーロッパに壊滅的な影響を与え、推定で人口の3分の1から3分の2が死亡したとされています。イタリアのフィレンツェ、フランスのパリ、イングランドのロンドンなど、主要都市は甚大な被害を受けました。ペストの流行は、各地域の人口動態を激変させたのです。農村部では労働力不足が深刻化し、都市部では商業活動が麻痺しました。これにより、従来の社会構造や階級間の関係にも大きな変化が生じました。労働力不足は農民の地位向上や賃金の上昇を招いた地域もあり、農土開放を加速させた一方、封建領主たちは労働力を確保するために、農民への圧力を強めることもあったのです。経済への影響は広範でした。需要と供給のバランスが崩れ、物価の変動や商業活動の停滞を引き起こしました。しかし、一部の地域では土地が余剰となり、新たな農業技術や生産方法が導入される契機ともなったのです。文化や思想への影響も無視できません。ペストの恐ろしさは、人々の宗教観や死生観に深い影を落とし、芸術作品、例えば詩の舞踏や文学作品にその影響が見られます。また、原因不明の疫病に対する恐怖や無力感は、既存の権威や知識への疑念を生み、後のルネサンスや宗教改革の精神的土壌を耕した側面も持つと言えるでしょう。この中世におけるシルクロードと普遍宗教の拡大は、人々の世界観を大きく変容させました。地域的な認識を超え、自らの文化がより広大な人類の歴史の一部分であるという意識が芽生え、多様な文明の存在とその相互関連性が徐々に理解されるようになったのです。世界は単なる未開の地の連続ではなく、共通の道によって結ばれ、共通の信仰や知識が伝播する大きな一つの舞台であるという認識が形成され始めたのです。この認識の変容は、グローバルな世界観へと向かう不可逆的な一歩でした。15世紀末から16世紀にかけて、ユーラシア大陸の交流は、陸路中心から海洋路中心へとパラダイムシフトを遂げ、いわゆる大航海時代の幕開けとなりました。この時代の技術革新、特にキャラベル船のような頑丈で高速な帆船の開発や、羅針盤、アストロラアベといった航海術の進歩が、遠洋航海を可能にしたのです。この時代の幕開けは、陸路のシルクロードがオスマン帝国の台頭により既存の交易路が不安定になり、東方貿易のルートが阻害されたことを、そしてヨーロッパにおける東洋の富への飽くなき渇望が背景にありました。さらに、改良された航海技術、例えば三角帆の採用による逆風での航行能力の向上や、堅牢な船体の設計が、それまで未知であった太陽への挑戦を可能にしたのです。ポルトガルは、エンリケ航海王子の指導のもと、アフリカ西岸の探検を粘り強く続け、希望峰を回ってインド洋へと進出する新たな航路を開拓しました。そして1498年、バスコ、ガンマはついにインド南西岸のカリカットに到達し、ヨーロッパとアジアを直接結ぶ海のシルクロードが確立されたのです。これにより、中間両者を介さない直接交易が可能となり、
莫大な富がヨーロッパにもたらされることになります。これに続き、スペインは、ジェノバ出身の航海士クリストファー・コロンブスの提唱を受け入れ、地球が丸いという仮説に基づき、西回りでアジアを目指す壮大な航海に出発しました。1492年、コロンブスはカリブ海の島々に到達し、ヨーロッパ人が新世界と呼ぶ、これまで全く知られていなかったアメリカ大陸を発見したのです。この出来事は、ユーラシア大陸に限定されていた人々の世界観を一挙に地球全体へと広げる、文字通り世界史を塗り替えるきっかけとなりました。さらに、フェルディナンド・マゼラン隊による世界一周航海、1519年から1522年が、その困難な道のりの中で地球が間違いなく球体であることを、そして広大な海洋が全てつながっていることを実証し、それまでの地理的知識と世界観を根本から覆したのです。これにより、人類は初めて地球全体を一つのシステムとして認識し始めたのです。大航海時代は、コロンブスの交換と呼ばれる現象を引き起こしました。これは、動植物、作物、そして湿地が旧大陸、ユーラシア、アフリカと新大陸、アメリカの間で大規模に移動したことを指します。旧大陸からは小麦、サトウキビ、コーヒー、馬、牛、豚などが新大陸へ運ばれ、新大陸からはジャガイモ、トウモロコシ、トマト、カカオ、タバコ、唐辛子などが旧大陸へともたらされ、世界中の食文化と農業に革命をもたらしました。ジャガイモやトウモロコシは、これまで痩せた土地では栽培が難しかった地域でも豊富に収穫でき、世界人口の増加に大きく貢献し、人類の食生活と農業に革命をもたらしたのです。しかし、この新たな交流には、光と影がありました。グローバルな交易ネットワークの確立は、経済的繁栄と文明の発展を加速させましたが、同時に植民地主義、三角貿易と呼ばれる奴隷貿易、新大陸の先住民分米、アステカ帝国やインカ帝国などの破壊、そして旧大陸由来の天然痘やマシンといった疾病による新大陸先住民の甚大な人口減少といった人類史におけるくらい側面も生み出したのです。数千万人に上る先住民が命を落とし、その文明は壊滅的な打撃を受けました。この疾病の伝播は、モンゴル帝国のペストと同様に、人類の交流がもたらす妙義霊、すなわち破壊と創造が常に隣り合わせであることを痛感させるものです。新大陸からヨーロッパにもたらされた大量の金銀は、ヨーロッパ経済に大きな影響を与え、価格革命と呼ばれる激しいインフレーションを引き起こし、商業資本主義の発展を促しました。これにより、ヨーロッパは世界の貿易ネットワークの中心となり、広大な植民地帝国を築き上げ、世界各地から富を集積する世界システムを形成していったのです。キリスト教の布教活動も、航海の発展とともに地球規模へと拡大し、イエズス会などの宣教師たちがアジアやアメリカ大陸へと赴き、世界の多様な文化に影響を与えました。この時期、世界観の拡張は単に地理的なものに止まりませんでした。ポーランドの天文学者ニコラウス・コペルニクスが1543年に提唱した地動説や、ドイツのヨハネス・ケプラーによる惑星運動の法則の発展、イタリアのガリレイによる望遠鏡を用いた天体観測と実験科学の確立、そしてイギリスのアイザック・ニュートンによる万有引力の法則の発見と、プリンキティアの発表といった科学革命は、それまでのプトレマイオス的な天動説に基づく宇宙観を覆し、世界が合理的な法則によって支配されるという新たな認識を確立したのです。人類は、自らが宇宙の中心ではなく、広大な宇宙の中の一つの惑星に住む存在であるという、より客観的かつ普遍的な世界観へと移行していったのです。大航海時代は、人々に未知への畏敬と探求心を植え付け、地理的な境界だけでなく、思考の境界を申し広げる、まさに世界観の劇的な転換点となったのです。大航海時代を経て地球が発見され、その全貌が明らかになった後も、ユーラシア大陸を核とする世界の交流と世界観の拡張は止まることを知りませんでした。18世紀後半にイギリスで始まった産業革命は、このプロセスをさらに加速させる決定的な要因となったのです。ジェームズ・
ワットによる蒸気機関の開業と、それがもたらした工場での大量生産体制の確立、そして鉄道や蒸気船の登場は、物資と人の移動速度を飛躍的に向上させ、物理的な距離の制約を大幅に軽減しました。19世紀には、大陸を横断する鉄道網が築かれ、蒸気船が太陽を定期的に横断するようになり、大量生産が可能になった工業製品は世界市場に供給され、原材料や食料が地球規模で輸送されるようになり、国際分業体制が確立されていったのです。この時代、ユーラシアは産業の中心地として、また資源供給地として、世界の経済システムの中で重要な役割を担い続けました。これにより、人々は自らの生活が地球の裏側の生産地と消費地に密接につながっているという、新たな相互依存の世界観を形成していったのです。交通手段の革新と並行して、情報伝達の技術も劇的に発展しました。19世紀にはサミュエル・モールスが開発した電信が登場し、海底ケーブルによって大陸間を瞬時に情報が駆け巡るようになったのです。20世紀にはグラハム・ベルが発明した電話、マルコーニが実用化したラジオ、そしてテレビといった通信メディアが登場し、遠隔地とのリアルタイムな情報交換を可能にしました。これにより、地球の裏側で起こった出来事が即座に人々に伝えられるようになり、世界中の人々が共通のニュースや文化を共有する地球村意識が芽生え始めたのです。しかし、このグローバル化は、一方でヨーロッパ列強による帝国主義とアジア、アフリカへの植民地化という負けの側面も伴い、世界各地で紛争や対立を引き起こしました。二度の世界大戦や冷戦といった大規模な国際紛争は、人類の相互依存関係と同時に、その脆弱性をも露呈させたのです。帝国主義は、非植民地社会の経済、文化、社会構造を根底から変容させ、その後の世界に深い傷跡を残しました。19世紀、中央アジアはロシア帝国、イギリス帝国、そして清朝という3つの巨大帝国による勢力争いの場となりました。この地域は、戦略的な位置と潜在的な資源をめぐる、グレート、ゲームの中心地でした。ロシア帝国は、南下政策の一環として19世紀半ばから中央アジアへの軍事的、政治的影響力を拡大しました。1860年代にはタシケント、1868年にはサマルカンドを占領し、ブハラ、ハンコクやヒバ、ハンコクといった地域勢力を事実上従属させたのです。これにより、ロシアはカスピ海から中国国境まで広がる広大な領土を確保しました。インド帝国を保有するイギリス帝国は、ロシアの中央アジア進出を自国の植民地への脅威と捉えました。そのため、アフガニスタンを干渉地帯として維持しようと外交的、軍事的な介入を行ったのです。第二次アフガン戦争、1878年から1880年は、この緊張関係を象徴する出来事でした。東方においては、清朝も新疆ウイグル自治区、当時の聖域における支配権を維持しようとしました。しかし、19世紀後半にはロシアの圧力を受け、一部地域で影響力を失ったのです。これらの帝国主義列強の争いは、中央アジアの伝統的な政治構造を解体し、新たな国境線が引かれる原因となり、その後の民族問題や地域紛争の火種を残しました。20世紀後半から現代にかけて、情報通信技術、ICT 革命が起こり、人類の交流と世界観に再び大きな変革をもたらしました。インターネットの普及、そしてスマートフォンなどのモバイルデバイスの進化は、地球上のどこにいても瞬時に情報にアクセスし、他者とコミュニケーションを取ることを可能にしたのです。これにより、地理的な距離や時間の障壁はほぼなくなり、個人レベルでのグローバルな交流が日常的なものとなりました。SNS やオンラインプラットフォームを通じて、多様な文化や思想が瞬時に共有され、異なる価値観に触れる機会が格段に増加したのです。ブログや YouTube、Facebook、Twitter といったプラットフォームは、誰もが情報の発信者となり得る可能性を開き、かつてないほど多様な声が世界に響き渡るようになりました。これは、個人のアイデンティティが地域や国家の枠を超え、多層的に形成される、グローバル市民、意識の方がを促すものでした。現代の世界観は、この情報化社会の中で、
かつてないほど多角的かつ複合的なものとなっています。地球温暖化、パンデミック、新型コロナウイルス感染症など、経済危機といった国境を越える共通の課題に直面することで、人類は地域や国家の枠を超えて協力する必要性を強く認識しています。同時に、異文化間の理解の進化と、文化の多様性への尊重が持続可能な地球社会を築く上で不可欠であるという認識が広まっているのです。しかし、一方で情報過多やフェイクニュースの問題、デジタルデバイドによる情報格差、そして文化間の摩擦や排他的なナショナリズムの台頭といった新たな課題も生じており、人類は今、複雑で相互依存的な世界の中で、いかに調和を見出すかという歴史的な問いに直面しています。ユーラシア大陸は、古代から現代に至るまで、人類の移動と交流、そして世界観の拡張の中心であり続け、これからもその壮大な歴史の舞台であり続けるでしょう。このような現代的背景の中、2013年、中国の習近平国家主席は、シルクロード経済ベルトと21世紀海上シルクロードを統合した一帯一路構想ベルトロードイニシアティブ DRI を発表しました。これは古代シルクロードの精神を現代に蘇らせ、広範な地域間のインフラ接続と経済協力を推進する大規模な開発戦略です。構想の主な目的は、中国の過剰生産能力の解消、新たな市場の開拓、資源の安定確保、そして中国の国際的な影響力拡大です。また、参加国の経済発展を支援することで、地域全体の安定と繁栄を目指すともされています。プロジェクトは多岐にわたり、陸上では高速鉄道、道路、港湾、パイプラインなどのインフラ建設が中心です。海上では、主要港湾の整備や海運ルートの拡充が進められています。経済回廊の形成も重要な要素であり、中央アジア、南アジア、東南アジア、中東、アフリカ、そしてヨーロッパを結ぶネットワーク構築が目指されているのです。一帯一路は、アジア、ヨーロッパ、アフリカの多数の国々が参加しています。当初はアジア、ユーラシア諸国が中心でしたが、次第にヨーロッパやラテンアメリカの国々も関心を示し、参加するようになりました。経済的には、中国の一帯一路、沿線国への投資拡大は、中国経済の新たな成長エンジンとなり得ます。地政学的には、中国が主導する新たな国際秩序の構築を目指す側面が強く、特にアメリカ主導の既存の国際システムへの対抗軸として位置づけられています。また、地域における中国のプレゼンス向上や安全保障上の影響力拡大も図られているのです。これは、現代におけるユーラシア大陸の再統合の試みであり、その規模と意図は、過去の帝国が果たした役割とも比較し得るほどの影響力を持つものです。しかし、一帯一路プロジェクトは、その広範な影響力ゆえに、多くの課題と批判に直面しています。参加国への巨額の融資は、一部の国々を債務不履行のリスクにさらしています。特に、返済能力の低い国々がインフラ整備のために多額の借金を抱え込み、中国への経済的依存を強める債務の罠に陥る懸念が指摘されているのです。スリランカの反バントタ港の長期イースなどは、その象徴的な事例として挙げられ、国家の主権や財政の健全性に影響を与える可能性が懸念されています。大規模なインフラ開発は、環境への負荷も懸念されています。森林破壊、生物多様性の損失、汚染の増加などが指摘されており、持続可能な開発の観点から批判を受けているのです。これらの問題は、現代社会が直面するグローバルな環境課題と密接に結びついており、開発と環境保全のバランスが問われています。一帯一路は、一部の国々においては、中国の地政学的な野心と結びつけて捉えられています。これにより、参加国間や中国と周辺国との間の地政学的な緊張を高める要因となる可能性も指摘されているのです。特に、南シナ海やインド洋における中国の軍事的なプレゼンス拡大との関連で、懸念の声が上がっており、国際秩序の多極化と権力バランスの変化に深く関わる問題として認識されています。一帯一路に対しては、
国際社会から賛否両論があります。一部の国や専門家は、インフラ開発による経済効果や地域協力の促進を評価する一方、前述の債務問題、透明性の欠如、環境への影響などを懸念する声も強くあるのです。日本は自由で開かれたインド太平洋構想を掲げ、一帯一路とは異なるアプローチでインフラ投資や地域協力に取り組んでいます。これは特定の国に過度な経済的依存を生じさせない、より多国間協調的な開発モデルを目指すものです。欧米諸国も当初は懐疑的な見方が多かったものの、近年では自国も一帯一路の機会を捉えつつ、リスク管理の重要性を訴える姿勢に変化も見られます。EU は独自のグローバルゲートウェイ構想を発表し、透明性と持続可能性を重視した代替案を提示することで、国際的なインフラ開発における多極的な競争と協調が生まれているのです。プロジェクトの入札プロセスや契約内容における透明性の低さ、汚職の懸念なども指摘されており、グッドガバナンスの確立が国際社会からの信頼を得る上で不可欠な課題となっています。ユーラシア大陸における古代から現代に至る交流史は、人類の歴史における最も深く、最も広範な世界観の拡張の物語です。シルクロードに代表される幾多の交流路は、単なる物資の移動に止まらず、思想、宗教、技術、文化、さらには遺伝子や病原体までもが地球規模で伝播する動脈となり、多様な文明の融合と発展を促してきたのです。この壮大な叙事詩が現代社会に与える洞察は計り知れません。第一に、ユーラシアの交流史は、異なる文化や価値観を持つ人々が相互作用を通じて互いを理解し、共存してきた歴史を示します。それは、現代における異文化理解の重要性を再認識させ、多様な文化が共存する社会において、対立を乗り越え、協調を築くための普遍的な示唆を与えるものです。過去の文明は、異文化を単なる異物として排除するだけでなく、柔軟に受容し、自らの文化を変容させることで、新たな創造性を生み出してきました。この文明の共鳴と融合の精神は、排他的なナショナリズムや偏見が台頭する現代において、固定観念を打破し、国家や民族を超えた連帯感を育むための不可欠な基礎となるでしょう。第2に、ユーラシア大陸の広範な交流は、国境を越えた協力関係の不可欠性を示唆しています。共通の課題、貿易、安全保障、感染症対策、環境問題などに直面した際に、協力体制を構築することが、地域全体の安定と繁栄につながることを歴史は幾度となく証明しているのです。技術革新や知識の共有が、人類全体の進歩を加速させる原動力であったように、現代の地球規模の課題に対しても、一国だけの努力ではなく、国際社会全体で協力して取り組むことの必要性を強く訴えかけています。そして第3に、交流がもたらす両義例、すなわち繁栄と破壊、知識と失敬、統合と摩擦という二面性を認識することの重要性です。ペストやコロンブスの交換が示すように、交流は時に壊滅的な影響をもたらす可能性があります。現代のグローバル化においても、経済格差、情報過多、地政学的緊張といった新たな課題が顕在化しています。過去の経験から学び、これらの負けの側面に対する予防策や対応策を国際的に構築していくことが、持続可能な未来を築く上での鍵となるでしょう。ユーラシア大陸の交流史の継続的な探求は、過去の遺産を理解するだけでなく、未来の国際関係や文化共存のあり方を展望する上で、示唆に富む指針となるでしょう。この広範な交流の歴史を総括することは、人類が共有する遺産への理解を深め、より包括的な歴史観を構築するための基礎となります。未解明な交流ルートの特定や、言語、遺伝子データを用いた交流の実証的研究の進展は、今後も新たな洞察をもたらし続けるでしょう。人類がどのようにして多様な文化や思想を受容し、より複雑で洗練された文明を築き上げてきたのかという普遍的な問いに対する深い洞察をユーラシアの交流史は提供し続けます。我々が現在直面する複雑な課題に対し、
過去の知恵と経験を結集することで、より平和で持続可能な未来を築くための道筋を見出すことができると信じています。